バッハを復活させた天才作曲家は誰だということで1840年代です。前回1830年代はロマン主義の代表的画家ドラクルワーが活躍し、ベルリオーズ、シューマン、ショパンといった大物作曲家たちが一気に登場しました。そしてフランスでは7月革命が起き、イギリスでは鉄道が開通し、各国でも一気に鉄道が開通して産業革命が起きた時代でした。そんなまさしく各国で一気に鉄道が開通し産業革命が起きた時代状況で描かれた絵がこちらです。イギリスはどこよりも早く産業革命を起こし、どこよりも早く鉄道を開通させましたが、まさしくこのイギリスの画家であるターナーが最も早く鉄道という題材で傑作を残しました。このターナーはイギリスを代表する風景画家とされていますが、そんなレベルにとどまらず、後の印象派を予告し、同時にそれをも超えているような独自の画風で絵を描いた画家です。もう一枚ターナーによる作品です。これは130名ほどの奴隷が浸水した奴隷船から投げ出された1780年代の事件を描いています。今までにない独特な画風ですよね。ターナーは1640年代に登場したクロード・ルランに傾倒し大きな影響を受けましたが、ターナーはクロード・ルランのような理想的風景画ではなく、現実の荒れ狂う自然をまるで抽象画のような独特の画風で描いています。さて、何度かお話ししている内容で、かつタイトルにあるバッハを復活させた天才作曲家とはこのメンデルソンのことです。この曲は結婚式での定番曲ですね。もう一曲メンデルソンです。この曲は三大バイオリン協奏曲の一つとされています。1720年代と1820年代でお話ししたように、バッハは死後長らく忘れ去られていましたが、ある時メンデルソンの祖母がクリスマスプレゼントとしてバッハのマタイ受難曲の楽譜をメンデルソンにプレゼントし、それを気に入ったメンデルソンは数年がかりで1829年20歳の時に演奏会でバッハのマタイ受難曲を指揮し、それによってバッハが見事に復活を果たすことになります。この時点でメンデルソンは音楽史を変えるほどの大きな貢献をしています。しかしそれだけでなく、メンデルソンは指揮者としても優れており、それまで重要視されていなかった指揮者の役割を高めました。ちなみに1820年代に登場したカール・ベーバーが現在使われている指揮棒に似たものを最初に使い出しましたが、そういった指揮棒を公式に使い出したのがこのメンデルソンです。さらにそれまでの演奏会では、当時人気のある作曲家たちの曲を長時間にわたって脈絡なく演奏するというスタイルでしたが、このメンデルソンは演奏会で演奏される曲に統一性をもたらし、現代の演奏会に近い形である2時間半程度のプログラムにまとめました。さらにメンデルソンは過去の巨匠の作品を取り上げつつ、同時代の作曲家の作品も紹介したり、埋もれていた曲の発掘などにも力を入れるといったように、かなり音楽界に大きな貢献をしています。そしてメンデルソンは現在ではモーツァルトほど天才として引き合いに出されませんが、この人は天才の代名詞ともなっているモーツァルトと同等か、それ以上の能力を持っていたと言っても過言ではない天才的能力を子供の時から持っていました。メンデルソンは一度聴いた曲や一度見た楽譜を絶対忘れないほどの驚異的な記憶力の持ち主であり、実際オーケストラを指揮する際もスコアを全部覚えているので、スコアを見ないで指揮するほどでした。さらにはその日に歌手が歌った全てのメロディを盛り込んだ即興演奏をその場でしてしまうなど、とんでもない能力の持ち主でした。ちなみにメンデルソンの祖父は
1780年代に登場したカントと同時代のカントと並ぶ有名な哲学者です。そして父は裕福な銀行家であり、母方も大財閥であったというように、メンデルソンは音楽史上最も裕福で恵まれた環境の中で幼い時から英才教育を施されて成長しました。しかも広大すぎる庭に劇場があって、そこでメンデルソンは10歳頃から自作の作品を披露していたようです。まさしく全てに恵まれた神童ですね。そしてメンデルソンは早くも17歳で名声を確立します。さらにメンデルソンは記憶力だけでなく、音楽以外のことでも様々なことに長けており、多数の言語を操ったり、絵の才能まであったり、さらには容姿まで整っていたといったように、全てを兼ね備えた天才でしたが、意外にも作る音楽はかなり保守的でした。しかもメンデルソンは保守的すぎて、この時代の他のロマン派の作曲家たちに対して批判的なくらいでした。風貌から言ってもちょっと意外な感じですよね。そして当時有名なピアニストでもあった姉と強い絆で結ばれていたメンデルソンは、姉の突然の死で神経障害を起こしてしまい、一旦は回復するものの、半年後にこの時代の1847年に38歳の若さで亡くなってしまいます。これ以前からもメンデルソンは突然発作を起こすこともあり、さらに過労ですでに健康状態が悪化していたことも原因であったようです。そしてメンデルソンの追悼式や追悼演奏会はアメリカやヨーロッパ中で大々的になされました。これほどの規模で追悼がなされたのはメンデルソンが初めてらしいです。このようにメンデルソンはぶっちぎりの天才音楽家であり、生前は大きな名声を博し、19世紀で最大の成功を収めた作曲家の一人とも言われていますが、なぜ現代ではモーツァルトほど天才の代名詞としてあまり取り上げられることがないかと言いますと、この人はユダヤ人であったため、死後次の時代に登場する作曲家によって言われのない批判を受け、さらに20世紀のナチス政権によりメンデルソンの曲の演奏が禁止されたこともあり、現代まで過小評価されてきたというのが大きな要因のようです。それについては次回1850年代でお話しします。ちなみにこの時代はユダヤ人が富裕層として力をつけてきたことに対して差別意識が高まっており、メンデルソンも子供の時に石を投げつけられたりしており、ユダヤ出身ということで時代的になかなか苦労したようです。そして現代ではバイオリン奏者など演奏者はユダヤ人しかいないのかというくらいユダヤ人だらけですが、歴史に名を残すほど成功した作曲家でのユダヤ人は驚くほど少ないです。メンデルソンを含めて10人程度といったところです。その理由として考えられるのは、まずベートーベン以前の時代は音楽家の子供は音楽家というように基本的に職業選択の自由はありませんでしたが、ロマン派時代の音楽家の多くの親は音楽家ではなく全然違う仕事をしています。このようにこの時代には自由に音楽家になれる時代になってきており、さらに同時にブルジョワ階級の台頭に合わせて一部のユダヤ人たちも財を成し裕福になったので、子供の時から作曲の技法などを学ぶことができるユダヤ人家庭も徐々に増えてきたけれども、早くも20世紀以降にはクラシック音楽が凋落し、作曲家よりも演奏家が重宝される時代になるので、その頃には作曲家を目指す裕福なユダヤ人家庭は少なくなり、演奏家を目指すようになったからかもしれないです。これは完全な憶測ですが、仮にもしそうだとしたら、20世紀以降にクラシック音楽が凋落しなければ、ユダヤ人の作曲家はもっと多く輩出された可能性もあるかもしれませんね。さてこの時代には1848年革命というヨーロッパ各地で革命の嵐が吹き荒れた時代ですが、その最中に作られた曲がこちらです。この曲は1848年の革命においてオーストリアの領土であった北イタリアの独立運動を鎮圧したオーストリアのヨーゼフ・ラテツキー将軍を叩いて作曲されたものです。この曲によって政府の士気が大いに高まったとされ、さらにはウィーンを革命から救ったのはこのヨハン・シュトラウス一世であるとまで言われるようになりました。こういったように革命の最中である1840年代は多数の行進曲が作曲されました。そしてこのヨハン・シュトラウス一世はワルツの父と呼ばれています。1820年代からウィーンでヨハン・シュトラウス一世とそのライバルの作曲家であるやけに特徴的な髪型をしたヨーゼフ・ランナーによる2人の熾烈な争いはワルツ合戦と言われ、この2人はウィーンで絶大な人気を誇っていました。実際1829年にポーランドからウィーンに来たショパンはこの2人の人気の影に埋もれ、注目を得ることができず諦めてパリに行ったほどだったそうです。その後ヨハン・シュトラウス一世はヨーロッパ中を演奏旅行し、
ワルツを各地に普及させ一世を風靡しました。さてこの1840年代はイギリスが中国にアヘンを売りつけるべくアヘン戦争を起こします。すごい目的の戦争ですね。事の発端ですが、まず17世紀初めにオランダの商人によって初めてヨーロッパにお茶がもたらされ、その後イギリスではお茶を飲む習慣が大流行し定着します。それによってお茶の生産地である中国からのお茶の輸入量が増大し、それの代価としての銀がイギリスから中国へ流出していきます。するとイギリスはこの銀の流出を食い止めるべく植民地であるインドでアヘンを栽培し、それを中国に売りつけるようになります。すると今度は中国でアヘン中毒者が急増し、アヘンの代価としての銀もイギリスへ流出することになり、中国は社会的にも経済的にも弱体化します。そしてこのような状況を正すべく中国はアヘンの取引を禁じましたが、イギリスは無視してアヘンを密輸し続けるので、中国はアヘンを押収して焼却し貿易を取り締まるという強硬手段に出ました。これに対してなんとイギリスは焼却されたアヘンの賠償を中国に要求します。密輸しときながら開き直るところが恐ろしいですね。それに対して当然中国側は拒否します。しかしこの頃のイギリスでは政府を動かすことができるほど資本家の力が増大していたため、アヘンで儲けていた彼らの政府に対する圧力もあって、イギリスは中国へ侵略戦争を開始します。そしてこの頃には大航海時代以降の資本主義経済と科学技術の総合的発展により、ヨーロッパは圧倒的な軍事力をつけており、それまで世界の覇権国家の一つであった中国を圧倒的な軍事力の差で倒し、1842年に中国側に不平等条約である南京条約を結ばせます。この条約によって中国は焼却したアヘンの賠償金などを支払うという屈辱的な内容に加え、香港をイギリスに割譲し、さらには貿易港を5つ開港させられ、自由貿易を強要させられます。しかもこれ以降もイギリスはアヘンの密輸を続けるという、もはや国家規模の合格ギャングといった感じです。ちなみに香港は1997年に中国に返還されました。そしてこれ以降、ヨーロッパの列強によってアジアの植民地化が始まり、ついにヨーロッパの列強が世界を支配する時がやってきました。ちなみにこの時代あたりにインドでもお茶が生産されるようになり、後にインドにおいてもイギリス人の影響を受けて紅茶が飲まれるようになります。さてこの1840年代には時代を画するような重大な事件が起きます。前回1830年に7月革命が起き、復興政が倒され、立憲君主制であるルイ・フィリップによる7月王政が成立しましたが、結局それは上層ブルジョワジーの利益中心の政権だったため、中小資本家や労働者たちが選挙法改正運動を起こします。しかし1848年、政府によってそれが禁止されたことをきっかけにパリ市民が暴動を起こします。そしてルイ・フィリップはイギリスに亡命し、7月王政は打倒され、代わりに共和制が樹立します。これを2月革命と言います。この後内部分裂に伴い6月に労働者による暴動が起きますが、結局ブルジョワジー側の軍隊に鎮圧され、第二共和制のブルジョワ支配が確立します。これによって裕福な資本家であるブルジョワジーと労働者階級の対立構造が明らかとなります。それまでは王侯貴族対ブルジョワジー率いる市民の戦いであったものが、社会を牛耳るブルジョワジーと搾取される労働者の対立に移行するようになります。そして財産による差別がない男子普通選挙が実施されますが、1848年12月の大統領選挙に第一帝政を敷いたナポレオンのルイ・ナポレオンが当選します。そして次の時代に混乱に乗じてかのナポレオンと同様、ルイ・ナポレオンはクーデターを起こし、第二共和制を終わらせ第二帝政を敷きます。相変わらずあっち行ったりこっち行ったりで目まぐるしいですね。勘弁してほしいです。そしてこの2月革命の影響は全ヨーロッパに波及し、まずウィーンやベルリンでも市民が自由と憲法を求め、3月革命が勃発します。これによってナポレオン戦争以後の反動体制であるウィーン体制が崩壊します。そしてその影響を受けてイタリアやピアノの魔術師リストの故郷ハンガリーやショパンの故郷ポーランドなどでも君主制国家を打倒すべく自由主義とナショナリズムを掲げ、独立運動が次々に起きます。これらを総称して1848年革命と言います。まさに時代の分岐点といった感じで熱い時代ですね。しかし最終的にはどこもことごとく鎮圧されて終わります。なかなかきっぱりと時代が変わらないですね。粘る君主制といったところです。しかしこの1848年革命によって
さらに自由主義ナショナリズムの運動、さらには社会主義の運動が活発化しています。このように1848年は人々の意識が大きく変わる時代の分岐点といった感じで重要な時代であります。そしてまさしくこの1848年の最中にマルクスとエンゲルスの協調による共産党宣言が発表されます。マルクスという超大物がこの時代に登場するわけです。特に2人ともヒゲがものすごいことになっていますね。この共産党宣言の内容は私有財産を廃止し、ブルジョワ支配を打倒し、労働者階級による政治を目的としたものです。それまでの社会形態では、例えば必要な衣服を買うために自分で育てた野菜を売って得たお金で衣服を買うといったような流れでしたが、資本主義ではお金を増やすことを目的として商品の売買をします。そして資本家はそこで得た利益を生産に投資し、また売買し、さらにその得た利益を再投資してといったように富を増やしていきます。そしてお金はあらゆるものと交換可能で、野菜みたいに腐ったりしないので無限に追い求めることにもなります。よって労働者は資本家が富を増やすために働かされ、賃金といえば明日も死なないで働ける程度に加え、次になる労働者である子供を養える程度のものしか与えられないことになります。そしてマルクスはこうした労働者の悲惨な状況を見て、他人の労働で超えている資本家のそうした権利を奪い、平等な社会を形成しようとします。そしてこの共産党宣言には、私有財産を廃止し、資本主義体制を打倒して社会主義社会を建設するために全国の労働者階級に連帯を呼びかける有名な万国のプロレタリアよ団結せよが最後の一文として書かれてあります。プロレタリアとは賃金労働者のことです。ただこの共産党宣言に限っては、打倒ブルジョワ平等社会を作り出す革命だとピュアで熱いのですが、その社会を作り上げていくための計画や理論がだいぶ甘い感じです。実際に後の時代にスターリンなどに悪用されてしまう余地も残していたわけですし、全体的に計画性の甘さを感じてしまう内容であるとは思います。実際これが書かれた時は、当時の他の共産主義者や革命家たちの意見などが反映されたらしいので、こういった内容になったのかなと思います。そしてマルクスの主張は、後の時代である1860年代に出版された資本論です。この資本論では、資本主義社会の構造を詳しく解き明かし、この時代の労働環境の劣悪さなどを相当に詳細に述べています。そしてこの資本論が書かれた1860年代においても、資本家は工場法に違反して子供たちを劣悪な環境で一日中働かせたりしていました。そうでなくても当時は劣悪な環境の中で子供たちが15時間とかそれ以上もの間過酷な労働を強制されていたため、多くの労働者が発育不全だったり肺の病気などで早死にしていたようです。しかし現代でも地域によっては大して変わっていないし、先進国と言われるところでも労働者は違法な長時間労働の受け身に遭っているなど、大して改善されたとは言えない状況かもしれません。もはや AI が登場して根本的に社会構造が変わらない限り、この資本主義社会の中で労働時間の制定をするなどといった程度では資本主義の坊主は止まりそうもないように思います。さてこのように1848年は革命的な時代でしたが、一方アメリカでは翌年の1849年にゴールドラッシュが起き、浮かれ騒いでいました。それまで北アメリカ大陸には金はないと思われていましたが、1848年にカリフォルニアで金鉱が発見されます。そして次の1849年に世界中から金目当てに大量の移民が殺到し、未開拓の地を開拓するという西部開拓が進展します。そして西部開拓は1890年頃に完了します。しかしこの西部開拓によってすでに追いやられていたアメリカ先住民たちはさらに不毛な土地に追い立てられたり殺されたりして、人口はさらに激減します。そして西部開拓といえば荒くれ者やガンマンが登場する西部劇ですが、映画などに登場する有名な西部開拓時代のガンマンなどは主に1880から1890年代の人々です。最後にこの時代にイギリスの生物学者リチャード・オーウェンによって恐竜という名称が初めて用いられました。化石の存在は昔から知られていたようですが、それは巨人の骨だとか謎の生物の骨といったように解釈されていました。しかし1810年代あたりからこれは大型の爬虫類のものではないかと考えられるようになり、この時代の1842年にこれらの生物は別個の生物種のグループである恐竜であるとされました。恐竜の化石の研究は次の時代に登場する進化論における重要な証拠となります。いろいろ大きな変化が起きてきましたね。そしてこの時代にはエネルギー保存の法則が発見され定式化されました。内容はある形態から他の形態に変換する過程でエネルギーの総量は変化しないというものです。そして実存主義哲学の先駆けとされるケルケゴールによる死に至る病が出版されました。
絶望しないためにはキリスト教の信仰が大事とか、そんな内容です。そしてこの時代にエドガー・アラン・ポーが史上初の推理小説とされるモルグ街の殺人を出版しました。エドガー・アラン・ポーは独特な世界観の小説や詩を書き、ヨーロッパ、特にフランスにて大きな影響を及ぼしました。しかし彼は生前、本国アメリカでは正当な評価を受けられず、かなり困窮状態の生活を送っていました。しかも最後は他人の服を着て異常なほど泥酔し、謎の人物の名前を連呼して亡くなるという謎の死を遂げています。ポー自身の小説に出てくるような奇怪な死に方ですね。ちなみにこのポーの顔ですが、これは写真ですね。写真はフランスの発明家ニセ・ホルニエプスによって1824年に発明されましたが、カメラのシャッター速度が何時間もかかるため、全くもって実用的でない上、何が写っているのかわからないようなぼやけた写真でした。しかし次の時代である1839年に、これもフランス人であるルイ・ダゲールによってシャッター速度が大幅に短縮され、史上初めて実用的な写真技術が完成しました。その後フランス政府が特許を買い上げ、一挙に欧米で普及し、その後も色々と改良されていきます。ですので、この1840年代以降から写真技術が普及しだしたと考えて良さそうです。ちなみにカラーフィルムの登場は1935年になってからです。そしてこのポーの写真は1848年のものです。ちなみにこの次の年にポーは40歳で亡くなってしまいます。ということで、この時ポーは39歳だったわけですが、39歳とは到底思えない風貌ですね。いろいろ苦労したんだと思います。か、先の飲み筋ですね。さらにこの時代には他にもロシアの小説家ゴーゴルの死せる魂や、フランスの小説家アレクサンドル・デュマの三重詩やモンテクリスト博、そして世界の三大悲劇のうちの一つとされるイギリスの小説家エミリー・ブロンテの嵐が丘や、同じくイギリスの小説家サッカーレの虚栄の一夜、果てはデンマークの童話作家アンデルセの醜いアヒルの子やマッチュルの少女までが出版されちゃいます。人多すぎです。しかもモルグ街の殺人やら三重詩やら醜いアヒルの子といったように全然関連性のないものが各国から一気に登場していて脈絡なさすぎですね。この時代以降もこんな感じで文学界が大いに盛り上がりますが、まあ盛り上がったんだなということだけをイメージしておけば良いと思います。それよりもエドガー・アラン・ポーの顔が写真だったということをイメージしておいた方が時代の変化をイメージする上で良いと思います。それでは最後にこの時代に書かれた絵を4枚紹介します。まずは1810年代に登場した新古典主義の代表的画家であり、今も元気にフランスの美術界を牛耳っているアングルです。前回1830年代にドラクラのところでお話ししたまさしくオリエンタリズム絵画ですね。オダレスクとはオスマン帝国のイスラムの君主のハーレムで使える女性奴隷のことです。こういった題材はロマン主義の画家が多く描きましたが、アングルは新古典主義の代表的画家とみなされているにもかかわらず、こういったハーレムを題材とした作品を多く描きました。ちなみにアングルはオリエント地方に行ったことはないので、全部彼の想像によるものです。ちなみに写真が普及しだす前までは、画家にとって肖像画が最も安定した収入が得られる仕事でしたが、この時代から写真が普及することによって画家は窮地に立たされます。そんな時に頼もしいのはこのアングルという男です。アングルは画家の牙城を守り抜く戦士として、フランス政府に写真の存在は画家の生活を脅かすので禁止するよう抗議しました。さすがです。新古典主義の牙城だけでなく、画家全般のこともおもんばかって、このように何かと守り抜くアングルはさすがの一言につきます。しかし当然、そんなアングルの一言で写真の普及を止めれるべくもなく、今後どんどん肖像写真が多数撮られるようになり、画家による写真のように正確な肖像画は存在意義を失います。アングルさん、型なしです。しかもこのアングル、ちゃっかり自分自身のポートレートを撮ってもらっちゃってます。一体どっちなんだって話ですよね。しかもポーズなんか撮って結構かっこついちゃってます。まんざらでもなさそうなアングルです。このように例によって立ち位置が常に不明瞭なアングルです。次もオダリスクを題材にした作品です。このベンナベルもアングル同様新古典主義の画家です。そしてオリエンタリズム大流行中です。ちなみにヨーロッパでは基本的に一夫多妻が認められていなかったため、彼らヨーロッパの人々はイスラム圏の一夫多妻制やハーレムなどに興味津々だったようです。次は実際に探検家でもある画家です。ビアールは北極探検に参加し、そこでの体験を題材にした絵を多く描いたり、
他にもアマゾンを旅してそこでの風景や先住民の人々を描くなど、人が足を踏み入れたことのないような地を旅して絵を描くというかなり珍しいパターンの画家です。このようにこの時代あたりからヨーロッパ未知の世界へと探検し、それらの地の情報などが芸術家などに大きな刺激を与えることになります。最後の絵はこちらです。題名の通りバッカスの巫女たちが踊り狂ってるわけですが、左側で突っ立ってる男性がむちゃくちゃつまらなそうです。このシャルル・グレールはスイスで生まれフランスで活動した画家です。そして彼は成功した画家でありながら美術界とは一線を引き、生徒から授業料を取らないという夢のようなアトリエを開いていました。そしてその生徒の中には後の印象派の代表的画家となる画家たちが多く在籍していました。水面下で次第に時代の潮流が変わりつつあるといった感じですね。ということで1840年代はターナーが独自の画風で活躍していて、天才作曲家メンデルソンが多くの影響を音楽界に及ぼし、ワルツを大流行させたヨハン・シュトラウス一世が革命に合わせて行進曲を作曲していました。そしてアヘン戦争が起き、時代を画する2月革命、その影響でヨーロッパ各地で起きた1848年革命、さらに同年にマルクスによる共産党宣言、さらに翌年アメリカでゴールドラッシュと立て続けに歴史的事件が起きました。さらにはエネルギー保存の法則が発見され、テレケゴールによる死に至る病が出版され、エドガーラン・ポーやアレクサンドル・デュマ、アンデルセンといった文学者たちが多数活躍していた時代でした。お忙しな時代ですね。次回は1850年代です。美術界に革命の第一歩が起きます。それでは。